はいどうも、ポチです。呪術廻戦ファンが待ちに待った最新153話。予告通り、はかり関連の物語に突入したんですが、それと同時に、芥見先生が公式ファンブックで話していたあの伏線が回収されました。ということで本日も153話の考察を行っていこうと思います。本動画は最新話までのネタバレを含みますのでご注意ください。また本日も21時から YouTube ライブを行いますので、お時間がある方はぜひ覗いてみてください。それでは早速やっていきましょう。レッツ領域展開。死滅回遊に向けて羽利金次を味方につけるために動いている虎杖と伏黒。未だにそのほとんどが謎に包まれている羽利なんですが、天元の口から現在の羽利の状況が明かされました。1年前の百鬼夜行の際に上層部と揉めて謹慎処分を受けている羽利なんですが、どうやら現在は謹慎期間中でありながら栃木県で呪術師同士の掛け試合を主催しているみたいです。呪術界のルールをがっつり破りながらお金を稼ぐという、とても学生とは思えない動きをしている羽利。上層部と揉めたことから曲がったことが嫌いな男気のあるキャラなのかなと思っていたんですが、実際の人物像はかなり違ったみたいです。掛け試合が行われていると思われる立体駐車場の跡地へたどり着いた伏黒と虎杖。しかし伏黒はいきなり羽利を探すのではなく、掛け試合に潜入することで自然に羽利に近づく作戦を提案します。というのも、同じ東京校の先輩後輩である羽利と虎杖たちなんですが、羽利は2人が入学する前から謹慎しているんで、おそらく面識が全くありません。また現在羽利はルールをがっつり破っている立場でもあります。そんな中、もし面識のない高専の関係者が会いに来たらさすがに警戒しますよね。なので伏黒は高専関係者というのを伏せて、あくまで掛け試合の参加者として羽利に近づく作戦を選んだみたいです。結果的に掛け試合には虎杖が参加することになり、内部に潜入することができなかった伏黒。羽利は伏黒に何かを感じたみたいなんですが、泳がせている以上まだ高専関係者であるという確信は持てていない可能性が高そうです。乙骨が自分よりも強いと評価している羽利。言葉通り受け取ると特級レベルの強さを持っているということになるんですが、個人的にはまだ判断するのは難しいんじゃないかなと考えています。現在特級呪術師として絶対的な実力を誇っている乙骨なんですが、その性格からかゼロ感の時から自身を過小評価するような癖が見受けられます。また単純に自分より強いのではなく、乗ってる時は自分よりも強いと話していることから、安定して強いわけではないことが伺えます。とはいえ乙骨だけではなく五条先生からも一目置かれている羽利。ギャンブル関係の能力である可能性がかなり高いと思うんですが、一体どんな能力を持っているんでしょうか。成り行きで羽利が主催する掛け試合に参加することになった虎杖。参加者はおそらく全員が呪詛師などを含む呪術師だと思うんですが、観覧者は秘術師がほとんどのため、いくつかルールが設定されているみたいです。一つ目は逃げるな。これに関しては当然っちゃ当然のルールですよね。見ている側も逃げられたり隠れられたりしたら盛り上がらないんで、しっかり戦うように仕向ける最低限のルールに思えます。そしてもう一つは術式を使うな。これは虎杖にとってかなり有利ですよね。観覧者はほとんどが秘術師なんで、見えない戦いにならないよう術式が禁止されているんですが、元から術式を使わない虎杖からすると今後かなりポイントとなってくるような気がします。天与呪縛並みに身体能力が高い虎杖。普通に考えればこの掛け試合は敵なしな気がするんですが、このまま順調に羽利の元へたどり着けるかどうかはまだ疑問かなと思っています。いよいよ始まった虎杖が参加する掛け試合。しかしその相手として現れたのは呪術廻戦ファンなら誰もが知っているあの生物でした。
夜蛾学長の事件の後、行方が明かされていなかったパンダなんですが、どうやら虎杖との会話を見るに、パンダもハカリと接触するために動いていたみたいです。ただ、パンダもハカリには未だに会うことはできていないとのこと。どうやら会えない原因の一つに、ハカリと一緒にいる3年生の術式が関係しているみたいなんですが、会うのを妨害する術式とは一体どういうものなんでしょうか。ハカリと虎杖を接触させるため、あえてパンダが負けたふりをすることで終了した掛け試合1回戦。しかし、盛り上がる会場とは裏腹に、冷静にその様子をモニター越しで確認している人物が2人いました。呪術高専東京校3年生に在籍している2人。公式ファンブックで3年生は2人以上ということが話されていたんですが、男女ペアというのは個人的にかなり意外でした。特にハカリに関しては黒髪の刈り上げ男子みたいなイメージだったんで、金髪ヤンキー男子なのにはかなり驚かされました。乙骨より強い可能性があるハカリと接触するのを妨害する能力がある星。虎杖も伏黒も渋谷事変からさらにパワーアップしてそうなんですが、一筋縄ではいかなそうです。掛け試合の胴元であるハカリとその一派である星キララ。一見ただの同級生にも見えるんですが、中にはこう思った方も多いかもしれません。ハカリが元カノがリボ払いをしまくるというとんでもないエピソードを口に出した際に、ボソッと元カノの話やめてと言っている星。普通のやりとりという受け取り方もできなくはないんですが、この2人が現在お付き合いしているということであれば、このセリフはよりしっくりきますよね。星キララという名の通り、目が星型になっている星なんですが、ピアスが多いことを除けば可愛いキャラクターだと思うんで、個人的にはハカリと付き合ってる説を推したいと思っています。パンダとの戦いに表面上は勝利したことになった虎杖。虎杖のあまりにセンスのある動きを見たハカリは、虎杖を屋上へ上げるよう指示するんですが、おそらく次はハカリにかなり近い戦いになると考えられます。ハカリが主催する掛け試合には、今回パンダと行った脚本なしの試合だけではなく、描かれた脚本に沿って戦う八百長試合が存在し、虎杖はその役者としてハカリに選ばれたと考えられます。また、それと同時にその脚本はハカリ自身が書いていることから、虎杖が今後ハカリに接触できる可能性はかなり上がったと思っています。あくまでハカリを仲間に引き入れるために出場している虎杖。あと何試合戦うことになるかは分かりませんが、このショー自体そこまで長くなるとは思えないんで、意外とあっさりハカリと接触できる可能性もあるかもしれません。全員家での騒動が終わり、新たなショーに突入した最新153話。全員家とは違ってそこまでシリアスな展開ではなさそうなんですが、ハカリと星という新キャラも登場したことから、かなり重要なショーになるのは間違いないと思います。また、伏黒やパンダも来ていることから、2人が何かしらのパワーアップをするという可能性も十分考えられます。なので、虎杖たちがハカリたちと接触する。ハカリたちと戦うことになる。戦いの中で虎杖たちはパワーアップし、ハカリたちが仲間になるという展開になるんじゃないでしょうか。もちろん戦わずに仲間になる可能性もあるかもしれないんですが、そうなるとかなりあっさりになってしまうんで、戦うことになってしまうんじゃないかなと思っています。何よりこのままだと虎杖はまだしも、伏黒やパンダは死滅回遊で戦えるかまだ微妙なところなので、個人的には死滅回遊前になんとかパワーアップしてほしいところです。ということでいかがだったでしょうか。連載再開一発目ということでかなりのボリュームがありましたよね。最近本当にたくさんのキャラが死亡してしまっているんで、このショーはできる限り誰も死なずに平和に終わってほしいなと切に願っております。それでは本日はここまでにしようと思います。ぜひチャンネル登録やグッドボタンも忘れなく。次の動画で会いましょう。バイバイ。